自然共生サイトというものも実はそのいい環境を将来に残していこうという活動でございまして、自然共生サイトとはどういうものかというと、生物多様性の確保を目的に、例えば希少種や在来種など、そういった生物が存在している環境を守っていこうということで保全活動を行っていると環境省が認定したサイトになります。今ご紹介に預かりました環境省の笹渕と申します。よろしくお願いします。環境省としてはこの保護地域、いわゆるその国立公園とかですね、規制のかかる保護地域とその OECM、 結果的に生物多様性が育まれているこの OECM をうまく組み合わせてですね、生態系をつなげていくことでこの 30by30 の達成を目指していこうという考え方で今さまざまな施策を進めているところです。この自然環境って誰のためのものなのかということを考えたときに、やはり我々住んでる人たちのためのものでもあるよねということを考えたら、そこでやはりできることをみんながちょっとずつでもやっていかなければこの問題解決していかないよねということで、生物多様性、これはやっぱり保全していかなきゃいけないだろう、そのために必要な資金というのをできるだけ自分たちで確保できるようにしていきましょうということで、このブルーカーボンというもので、クレジット化していただいて資金をちょっといただいていると。強い藻場をきっちり継続して育てていくということは重要なことだと思っていますので、網を設置して守っていったりですとか、そういった取り組みを常に試行錯誤しながらやっています。こういった調査とか保全活動にも地元の人、あるいは海に興味を持っている企業さんですとか、一般の方ですとか、そういった方にどんどん参加していただきたいなというふうに今考えております。船旅のスペシャリストとともに瀬戸内海の時空を超えた船旅を皆さんと一緒に楽しんでみたいと思います。まず瀬戸内海、過去、現在、未来3つのパートに分けてご紹介をしていきたいと思います。瀬戸内海の船旅の歴史は古く、最も古い記憶は弥生時代まで遡ると言われています。その後ですね、大陸から船を作る技術が伝わると、船も徐々に大型化し、瀬戸内海は海上交通の要衝として発展していきました。瀬戸内海に適している船ってどういう船だろうということで、我々昨年1年間かけていろんな調査させていただいた結果ですけども、そこの黄色に書いてある小型船ですね、5万トン未満、乗客の数で言ったら750人程度まで、1000人いかないぐらいですね。それからその下のクラスになるとブティック船といわれる、5000トン以内の船ですね。これは250人ぐらいが今度定員になってきます。それからさらに小さい船で1000トン未満、お客様の数でいうと50人未満、こういったものが瀬戸内海に適しているんではないかなというふうに思っています。ここに映っているのは我々が以前に作らせてもらった船なんですけれども、今まで日本で走っているスーパーヨットとしますと大体この大きさなんですけれども、世界から来るのは先ほどの映像に出てきたもっと大きな船になります。Yeah, there's a lot to do in the Seto Naikai. So preparing is great fun because whatever the guest wants to do, we can prepare for what they want. So if they love sports, we can take them to professional sports. We can take them to Kobe to watch Vissel Kobe, or take them to Hiroshima, watch Hiroshima Carp, or we can do many things. So, or if they like history, we can show them castles and temples and things like that. Everyone's different, but there's Seto Naikai has everything, so it's very easy for us to prepare. 瀬戸内海こだわりの牡蠣をですね、世界のたくさんの方々に食べていただいて、それを認めていただけるかどうかというものをトライをしております。本当魚が減りですね、漁師が減り、海が変わっていっております。このまま50年後を迎えていいのでしょうか。未来の瀬戸内海のために今できることを私たちは始めています。我が社水辺の取り組みとして、ブルーカーボン、養殖水産支援、教育イベントという3つの柱で動いています。ブルーカーボンというのは、聞き慣れない言葉かと思うんですけど、森林ですね、木が、CO2 を吸収するグリーンカーボンに対してですね、海も
アマモですとか、海草、海藻、海の中の植物が CO2 を吸収して、吸収するということをブルーカーボンと呼んでいます。魚と一緒に家庭から出る、スーパーの袋とか釣りのなんですか、チヌの餌みたいな袋がすごい一緒に入ってきて、このままじゃいけまーがと、岡山弁なんですけどダメでしょということで、見えない海の痛みを見つめる。はい、私、日本ウミガメ協議会の会長をしております松澤と申します。普段はですね、香川にあります四国水族館というところで館長を務めております。ウミガメが日傘を避けるようになったわけっていうのは、これもともと日傘が、物理的に人の暮らしと砂浜が非常に近かったっていうところで、なおかつ地形的にもやが出やすいっていうところで、それに近年この LED 照明、徳島ですね、 LED の聖地でもありますからね、よそよりもこれが急速な普及が進んだと。私は日和佐ウミガメ博物館カレッタ館長の平手と申します。また学生時代からですね、沖縄でウミガメの調査活動を始めておりまして、日本ウミガメ協議会には発足の当時から参加させていただいており、現在は副会長を務めております。日和佐という町が、今もそのウミガメの産卵地が人の生活圏にあるというところです。で、世界で最も古い産卵記録を持つ調査活動が現在も継続中で、世界最高齢記録を更新中の赤ウミガメハマタロウがいる。さらに、日本最初の国指定天然記念物に指定されたのが大浜海岸である。で、日本で初めてのウミガメ国際会議が開催された場所、そして日本でのウミガメの保全活動の発祥地にもなるということで、これはですね、他にはもう類をない唯一無二のウミガメの聖地といって過言ではないと思います。はい、今日は大きく3つのパートに分けて、お話をさせていただきます。一つは生命、一つはテクノロジー、そして3つ目が環境問題ということで、その切り口を3つに分けて、里海ってどんなところなのかなと、そこに暮らす生き物ってどんな生き物で、私たちがどう関わっているのか、少し一緒に考えてもらえたらいいなというふうに思っています。江田島の島の里海環境を紹介しながら、その生き物たちが暮らしている様子紹介できたらと思います。本物のカブトガニを見ていただこうと思います。で、遠くの方はぜひちょっと近くの方に寄っていただいて、解説しながら見ていただこうと思いますので、ぜひ近くの方へ寄ってみてください。白線潮招きの生命のリズムをテーマにした映像を上映いたします。で、これが白線潮招きなんですけれども、江田島の干潟に生息していて、すごく小さな生物、生き物になります。私どもの大学で開発したセンサーをちょっとスリーブに縫い込んでおります。で、ぜひ潮招きになっていただいてですね、ハーモニーを出すのがいかに大変かっていうのをちょっとご経験いただければと思います。こんな感じでうまく触れたらこのモーションがハートが出てくるっていうような感じになります。海を汚すのではなく、人の手が加わることで海が豊かになる、そんな里海をですね、一緒に作っていけたらありがたいなと思っております。やはり瀬戸内海はですね、ぜひ船で旅をしていただきたい。船から見た風景というのが非常に美しいので、私はここで、瀬戸内海船で旅しようよ、船で瀬戸内海を楽しんでほしいということを訴えたいと思って今日はお話をさせていただきます。面で捉えていって観光地はどうしても点になります。それを面で捉えるためのクルーズだとかね、いろんな考え方あるけれども、歴史という資産でつなげるとこれは面になる。そしてこの深みがねあれば、僕は瀬戸内というのはものすごく大きなブランディング価値があるんじゃなかろうかと、このように考える次第であります。ユニークな景勝地がたくさんございますので、クルーズということで全体を回っていただいて、四国全体を回っていただくというのを目指していきたいと思いますし、もっと視野を広くいくと、もちろん中国地方とか九州も含めて関西を起点にしてですね、クルーズが進んでいくということになればなというふうに思っていて、関西圏から西へ広がるエリアを
海のゴールデンルートと命名し、瀬戸内海を通じて広域観光を目指せないであろうか、そのために海上を使った周運輸送の検討ができないだろうかということを我々課題にしております。通勤とか通学とか、そういったものが中心のダイヤとなっておりまして、観光するには非常に不便なのが現状なんです。その課題解決として生まれたのがこちらのシースピカで、 JR 西日本グループと私ども瀬戸内海汽船グループで共同で開発いたしました。開放的なデッキや客室が特徴でして、島巡りに特化したコンセプトとなっておりまして、2020年のグッドデザイン賞ベスト100にも選ばれました。呉線で瀬戸内海の美しい景色をゆったりと楽しめる観光列車を走らせることは、瀬戸内海をまさにアイランドホッピングするシースピカとの組み合わせにより、瀬戸内海を陸と海の両方の楽しめるようになっております。まさに瀬戸内海を五感で堪能できる新たな体験になればと思っております。